あーうまい。すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はね昼間からラーメン屋さんでちらっと飲んで、そしてラーメンをすすりたいなということでこちらです。ドン。東武スカイツリーライン曳舟駅から徒歩1分のところにありますラーメン曳舟さんにお邪魔してます。こちらラーメン曳舟さんはもう曳舟駅の駅すぐ近く、前にもね一度だけ行ったことがあって、その時はラーメンはすすらなかったんですけど、美味しいおつまみとねアルコールをちょっといただきまして、また来る機会があったらちょっとラーメンすすりたいなと思ってたんですが、知り合いの方からお声掛けをいただきまして、せっかく曳舟行くならでもちょっとアルコールいただいてから曳舟のラーメンをちょっといただきたいなということで、駅から近いんでねとりあえず向かっていきましょう。レッツゴー。というわけでね曳舟駅近辺から向かってるんですけど、もう本当にすぐなんですよ。もう本当に今すぐ着きますから、本当に待っててください。もう本当これもうはい着きました。はいこれがラーメン曳舟です。レッツゴー。さあラーメン曳舟さん、ハイテクショッケスです。今回は昼間っから生ビールにつまみのネギチャーシューとネギワンタン、ラーメンは濃厚鶏味噌ラーメンをプッシュしました。席に着いたら早速生ビールが。じゃあお疲れ様です。バイバイ。うまい。うまいな。最高ですね。マジでこんな昼から飲むなんて何年ぶりよって感じで。やばっ。うわうまっ。いや今日もそのパイ青木さんとね一緒に来てるんですけど、青木さんまたやってくれましたね。やっぱしっかりパイウォーター使ってるじゃないですか。マジでそうだったんですね。なんか案件みたいになるから本当にマジで全く仕事がね、青木さんも普通にラーメン一緒に食べに行くっていう友達みたいな感じなんですけど、案件みたいになるからもう本当にねじゃないです。さっきもなんか会社連れて行かれましたもん俺なんか謎に昼間から。ありがとうございます。喜んでました写真とか。まあ青木さんもかなりやっぱラーメン業界においてはパイウォーター設置してる店今めっちゃあるじゃないですか。そういう意味で言ったらもう本当にラーメン業界の発展に貢献してる人物というか、本当に皆さん喜んでいただければね、嬉しいですね。いや素晴らしいです本当に。ありがとうございます。ちなみになんですけど、すする TV の視聴者からもいろいろコメントが来てるんで読んでますか。はい、どうぞ。町中華のすごい美味しいお店が最近紹介してもらって行ったんですよ。八王子より奥の方なんですけど、めちゃくちゃ美味しかったのでぜひ今度一緒に行きたいぐらいの感じなんですけど、うまそう。こういうお店いいですよね。本当千葉市のガジュマルのチャーシュー麺食べてほしい。そこも定食から何から全部うまいって言っていただいたんです。ガジュマル知らないですか。知らない。ガジュマル行ったことないですか。ない。僕も行ったことないです。なんでやねん。僕も行ったことないですけど、結構ねこういうおすすめいただけるんですよね。視聴者の方から結構来るんで、いいねこういうので。はい、ガジュマル僕もちょっと知らなかったんでちょっとチェックしてきます。でその町中華の店の動画でこんなにテンション高いすすり久々に見たっていう、すげえ僕もうベタ褒めというかめちゃくちゃ良かったんです本当に。はい、動画見てないですか。見てない。おい青木さんやっぱそういうとこあるからな本当に本当に。昨日はだって飲んでたから。知らねえよなんで理由になんないですよそれ。楽しく話しているうちにおつまみの到着です。タレに使ったワンタンをチュルンと頬張ればビールとの相性がたまんねえ。昼から飲むビールなんて何年ぶりだろうかと思いつつ、背徳感とともにぐわっとビールを流し込んでいけば喉が開く感ありありでうめえ。チャーシューは柔らかくしすぎると持ち上げにくいということで肉質しっかりで作られており、ネギをたっぷり絡ませればやっぱりビールが止まらない。疲れてヘトヘトの状態で飲むビールももちろん美味しいですが、何もなしに昼から飲むビールも最高ってなもんだなと感じながら喉を潤していきます。こんなの来てますよ。ラーメン YouTuber してるならもっともっと全国各地を網羅するべきやわなって言われてるんですけど、でも一応47都道府県行ってんですよ僕全部。マジで？全部都道府県行ってんですよ。YouTube はい、上がってんの？上がってます。全部上がってます。すごっ。愛媛と高知とかは1回ずつしか行ったことなかったりとか、あと宮崎とか大分とかも1回ずつしか行けてないんで、そこら辺はちょっと弱いんですけど、いやまあまあ網羅してると思うんですけど。確かに。すげえな。意外と言ってるんですよ。全国制覇してんだ。俺のこと知らなすぎですってマジ青木さん、本当に結構よく会うんですよ。本当にめっちゃよく会うし、よくラーメン屋さんとかも一緒に行くのに全然俺のこと知らないんだもん本当に。でもそんぐらいがいいですよね。そんぐらいが。初コメ失礼します。僕が仕事で新潟で暮らしていた時に食べた大村食堂というところに行ってほしいです。あの背脂がたまらなく美味しく、ラーメンで感動したのはそこが初めてでした。マジか。大村行ったんですか。売ってない。おいそう、新潟市。
いや、大村食堂は多分燕市ですよ。すごいいいお店でしたよ、大村食堂は。あそうめっちゃ美味しかったです。結構ね、なんかヘビーなんですよ。ガツンと結構重みのある感じの背脂なんですけど、行ってないんですか、新潟出身なのに。行ってない、大体行ってない。そうなんですか。地元のラーメンあんま食べてない。ね、そうっすよね、実際。俺もなんか地元青森県ですけど、すする TV やり始めてから知ったぐらいで、地元にいた時ってやっぱ地元にいるからといって煮干しラーメンめちゃくちゃ食べるわけじゃないんで、意外とそういうもんなんですよ。ポテチの発音気になるって言われてるんですけど、もうポテチなんですよね。ポテチ？そう、青森はポテチじゃん。ポテチか、やっぱ。どっちだと思います？ポテチ。ポテチです。成田さんはポテチって言ってます。すするだけがポテチマイノリティだと発覚したところで、名残惜しく感じつつもビールを流し込んでいけばいよいよやってみましょう。もういいよ。うまそう。こちらがラーメン引き船さんの濃厚鶏味噌ラーメンです。バヤーン、真ん中にナルトが鎮座したこれぞラーメンといったビジュアルで、ネギに青菜、チャーシューは2種類といったトッピングもいい感じ。アルコールも入って早くすすりたくてたまらない気持ちよ。味噌の芳醇な香りでさらに刺激されるぞということでいただきます。まずは濃厚そうなスープを一口飲んでみると、ああ、うまい。あったけ。ボカボーイ、鶏白湯ベースのスープで口当たりはバチリ。味噌感もぐいっと感じられ、しっかりとコクまで味わえる。それでも鶏がベースとなっているので後味の抜けはすっきりしており、鶏白湯とはいえど濃厚すぎない絶妙なバランス。飲みの締めにはぴったりだなと感じつつ、寒くなったこの時期にこの暖かさがたまらんな。熱燗なんかもいい時期だなと、この冬を満喫するイメージも膨らみます。さあお次にビシッと背筋の伸びた中細麺をリフトしてレッツゴーソースルーなきょーい。表面つるっと噛めばもちもちの模範的な麺で食べ応えも十分感じられる。麺ってやっぱりこうじゃなくちゃねと思わせてくれる王道なタイプでありつつ、濃厚な味噌スープの持ち上げも良くてしっかり美味しい麺。このど真ん中に直球を投げ込んでくるようなタイプの麺には、いわきならバットがかすりもしないだろうと思いながら海苔の磯感と合わせてすすっていきます。そんなところで楽しみにしていたトッピング軍団、緑が嬉しい青菜をパクリと食らってみましょう。青菜のシャキ感もいい感じ。これはシャキシャキ食感がナイスなアクセント。合わせてもちもち模範性な麺をすすっていけば、野菜に麺って最高な組み合わせじゃないかと自分も賢い優等生になった気分。麺に負けてられないぞ、僕の方が頭いいんだからだと口に出して言ってやりたくなりますが、4年で8単位が言ってるこんな心の声を聞かれたら恥ずかしいので、今のところは心から胃袋にその声を伝達しておいて、後で麺が胃袋に到達した時にそれを知ってもらえばいいでしょう。それはつまり10分前の自分からの手紙、わかりますか皆さん。タイムカプセルですよ。そんなこんなでトッピングの醍醐味、豚のチャーシュー、いざパクリと食らってみれば肉質をしっかり感じさせつつ、噛めばジューシーで豚感がしっかり溢れ出てくる。ノスタルジックな中にもしっかりとした美味しさを感じさせ、これが麺と合わないはずもなく、船を引いたり船を漕いだり船を編んだり、引き船というこの場所でラーメンをすすったものとしては、船にもいろいろな用途があるんだなと考えざるを得ず、クルージングとかしてみたいなくらいにしか考えてこなかった自分をドンキのような分厚い辞書で殴ってやりたいという気持ちでいっぱいになりながら、思う存分すすってみます。お次に鶏チャーシュー、こちらはしっとりとした食感で味噌スープをまとってナイスコンビネーション。最後まで味噌感の口当たりを堪能することができる喜びを感じつつ、再び残り少なくなった麺に戻ってすすっていけば、小麦の風味はじけるもちっとした食感が最後まで衰えることがなく、改めてスープとの絡みが癖になるなと実感させられる。すするたびに徐々に温まった心と体に幸せを感じつつ、最後にナルトをパクリと食らえば大満足で完食です。大変美味しくすすれました。ビールを飲んだ後でも重さはなく、まだまだスープが欲しいと思わせてくれるナイスな一杯でした。それではごそれ。
はい、ごちそうさまでした。いやー、ラーメン引き船さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。今回ですね、ラーメン屋さんでの昼飲みからの締めラーメンという形で、やっぱりね、なんだろうな、ビール飲んでちょっと助走をつけてからのラーメン、格別でしたね。もう普段よりもね、うまさ3倍増しぐらいでいただきましたね。ラーメンはあっさりと濃厚の醤油塩味噌それぞれがあったんですけど、鶏白湯ベースの濃厚の方が店主さん自信ありということで、今回ね、濃厚の味噌をチョイスしました。ベースが鶏になっているので、しつこすぎず、飲んだ後にね、ぴったりな濃厚さで病みつきになる美味しいスープでした。麺はつるっとね、滑らかなすすり心地で、濃厚スープもしっかりと絡め取ってくれて、噛むと小麦の風味が弾けるもちっと食感がたまらないものでした。チャーシューは豚と鶏の2種類が入ってまして、豚のチャーシューがなかなかノスタルジックな肉感ありつつもジューシーで、これまたね、もうラーメンに乗ってるチャーシューまでね、つまみになれそうな美味しさでした。店内の雰囲気もね、すごく良くて、店主さんも穏やかな方で、飲みからのラーメンがもう1店舗でできるお店っていうことで、近所にあったらね、めちゃくちゃ通いたくなっちゃう隠れた名店といった感じでしたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン引き船さん、最近またビールがうまいわ。昼ビールってなんであんな美味しいんですかね。ほんとびっくりでしたね。